こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今見ていただいたように左のヘッドライト叩くとですね、スモールランプがついたり消えたりするんです。昭和の家電みたいな車になっちゃってます。で、ついに現れたかなっていう感じですね。多くの皆さんがこの初期型の左のヘッドライトのスモールランプがつかなくなるという症状がよく出ているみたいで、原因は基板のハンダが外れているみたいなんです。基板の配線なので、もうディーラーに持っていくとアッセンブリの交換になるみたいで、確かね8万円ぐらいいるらしいんですよ。でこの出費は非常に痛いですし、ヤフオクなんかで見てもちょっとびっくりするようなお値段が出てます。ヤフオクで買ったとしても同じ症状が出る可能性がありますし、すでにそういう症状が出てるヘッドライトを買ってしまうことにもなりかねないので、今から頑張って修理をしたいと思います。ただこの修理をするのがね、少し気が重いんですよ。結構な重作業で、まずバンパーを外さなきゃいけないです。でバンパーを外すのに17個のクリップを外して、ネジが確か、6つぐらいあったと思うんです。それでバンパー外して、これはそんなに重作業でないんですが、問題はヘッドライトです。でヘッドライトを空割りしないと基板まで到達できないので、今日は空割りをやって修繕の方をしたいと思います。原因がこれだとですね、多分直せると思うんですが、他のところに原因があると空割りをやった作業が無駄になるという、非常に厳しい戦いになるかもしれませんが、頑張ってみますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。今から上部にある7つのクリップを外します。ゴムの下にも1つクリップがあります。次にバンパーの下のクリップを外します。こういったところですね。ここにですね、プラスのネジがあります。で、これ左右にあるので、プラスのネジが2個と、このクリップは確か10個あったと思うので、地道に外していきます。ちょっと狭いところなので、外すところの動画は省略させていただきます。こんな感じで作業をしています。バンパーを留めているクリップが全て外れました。ウエッカーが7個、シタッカーが10個、それにネジが2個です。で、このクリップの外し方なんですが、クリップはこの頭が押し込まれると、ここのタコの足みたいなのが広がるようになってます。で、それで抜けなくなるので、このクリップを外すには、まずこの中側のやつを少し上に持ち上げる必要があります。で、それを使うのがこの工具なんですが、ここが盛り上がっててなかなか入りづらいので、私の場合はですね、先端が尖ったマイナスのドライバーをここに差し入れて、これ少し浮かします。少し浮くとこれが入るので、これを押し込んでやって、あとはテコの原理で持ち上げてやります。ここがちょうど支点になってテコの原理で持ち上げやすくなってます。で、これを持ち上げてやると、このタコ足がしぼむようになりますので、で一度持ち上げた上で、次はこの本体の方に差し込んでテコの原理で持ち上げる。するとこのクリップは外れます。で、ただこの時に少し気を使うのが、これ強引にやるとここの足が折れてしまうんです。強引にやってもやらなくても折れるもんは折れると思います。これ劣化によって脆くなってますので簡単に折れるんです。ですから私の場合はこう持ち上げる時にちょっとこじりながらですね、ゆっくり持ち上げるようにします。それでも今回ここですね、これ
1箇所足を折ってしまいました。もうこれ必ず折れると思っててください。で上はですね、一度バンパー交換した時に全部交換してますので全く折れなかったのですが、下は1本だけ折れてしまいました。事前にプラスティリベット、これを用意しておくといいと思います。私が使っているのはこの、適合メーカーホンダですね。でタイヤハウスって書いてあるんですけども、3831で適合穴径 10mm、 これを使用しています。ご参考までに。タイヤハウスにあるネジを2箇所外します。反対側も同じように外します。バンパーを留めているネジとクリップがすべて外れたので、バンパーを外していきます。最初にこちら側フックがここに2箇所ありますので、このフックを外して少しバンパーを下に下げてやります。バンパーを爪が留めていますので3箇所、この爪を丁寧に外していきます。外れました。同じように反対側を外します。爪、先ほど3箇所と言いましたが4箇所ですね。この辺に爪があります。1、2、3、4。フォグランプの配線がありますのでカプラーを外します。このクリップを押して下に押し込んでやると外れます。ヘッドライトを止めているボルトを外します。手前のボルトです。10ミリです。配線を外していきます。本来はもっと太い結束バンドついてるんですけども、私は一回ヘッドライトを取り外してますので、汎用の結束バンドに交換しています。これでヘッドライトを外します。残っているカプラーを2箇所外します。カプラーは全部で5つです。1、2、3、4、5。これがバンパーを留めているフックです。4箇所あります。バンパーを外すときに、ここのバンパーとフックの隙間にマイナスのドライバーを差し込んで、少しこのフックを上に持ち上げるようにしてやると、バンパーが外れるようになります。これから空割りの作業に入りますが、その前に養生テープを貼ってヘッドライトが傷つかないようにします。これからヘッドライトを温めるために段ボールの中にヘッドライトを入れました。ちょうどいいサイズの段ボールがなかったので無理やり入れています。それで片方にヒートガンで、ここからヒートガンの熱で温めようと思います。で直接ですね、ヒートガンの熱がヘッドライトに当たると良くないので、一応仕切りもしておきます。それで
こちらの反対側に温度計を差し込んで温度管理をしながらやっていきたいと思います。目安は60度か70度ぐらいなんかな。そのぐらいまでちょっと温めてみようと思います。今現在が20度ぐらいです。はい、ほんの数分で60度を超えました。これで一度止めてみます。中は少し温まったかなっていう感じですね。あんまり熱くないですね。もうちょっと温めてみます。ヒートガンで温める前にこういったボルトを外すのを忘れてました。もう一度温め直しました。今からブチルゴムを外していきます。ここからが大変な作業です。大変な重労働です。この間やってきました。からこちらにかけてはまだできてないんですけども、ここ見てください。隙間が空いてきたですね。ここに少しずつですが外れかけてはいるようです。だいぶ隙間ができて浮いてはきましたが、まだ取れるまでには程遠いです。こちらが取り除いたブチルゴムです。で、今からもう一回ですね、箱の方に入れて全体を温めてから引き剥がすようにしてみます。
空割りができたので、内部を少し分解し LED の基板を取り外します。足が3つあるうちのこの3つ目ですね。これはちょっと削れてますけども。まあ、とりあえずここをですね、ハンダをちょっと持っておこうと思います。こちらが配線の足が当たってるところですね。少しだけ傷がついてます。ここもですね、もう次から当たらないように削っておこうと思います。ハンダ付けをしたところ転倒しました。これで消えないでほしいです。今から空閉じを始めます。この空閉じがですね、大変重要で、きちっとやっておかないと水が入ってくることになりますので、空閉じを丁寧に行いたいと思います。空閉じの前に余分なブチルゴムを取り除きます。これをきちんと取り除いておかないと、ヘッドライトのレンズがうまくはまりません。大まかですけれども、ブチルゴムが除去できました。次は、こちらのヘッドライトのカバー側のブチルゴムを取り除きます。夕闇が迫ってます。ブチルゴムをおおむね外すことができました。大変な時間がかかってしまいました。これだけの量が取れました。で、今からですね、真っ暗ですけども、組み立てていきます。今からブチルゴムを充当します。
空閉じ後の隙間をブチルゴムで埋めます。事前に養生テープを貼っておくと余分なところにブチルゴムがつかないで済みます。空閉じ。スポンジを使って表面をきれいにします。ブチルゴムが十分充填できていない箇所をもう一度ブチルゴムで充填します。一晩ブチルゴムを硬化させ、明日ヘッドライトを取り付けます。2日がかりの作業がやっと完成しました。この初期型にですね、よくある症状なので、自分のには出ないでほしいと願っていたのですけれども、そうそううまくはいかず、最もやりたくない作業の一つです。で、なんとかやり終えたので、これで整備不良を取られずに済むなということで良かったと思います。だいたいこの車で出てくる症状で、この左の LED のスモールランプと、それとドアの開閉、この辺りがよく言われている症状なんですけども、とりあえずこの車はそのよく出てくる症状を潰しましたので、しばらく大丈夫かなと思ってます。またですね、何か起これば自力で頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。